電動ミキサーなくても全然できるもう全ってことですよね。然できるんです。ちょっと当てにしない方の。これでできたってことですもんね。これでそうです。楽しんで幅広くガーデニングができると思いますので。おはようございます。金井隆一です。今回からですね、宮造りの現場だけの撮影だけじゃなくして、その中で我々が、行っている、技術というかガーデニングで活用していただければいいなと思って、今回はそういう動画を撮っていきたいと思っております。ですね、やはり一番ガーデニングで広がりが出るというのはやはり、モルタルという、そういうものを使い慣れると結構幅が広くなるというものです。やっぱり普段の現場でももう大体モルタル使わない現場ないですもんね。そうですね、絶対必要なものです。はい。やっぱりそのモルタル使えればガーデニングもちょっとワンランクアップするような。そうだね、今は素材自体がレンガとかです、そういうものに対してはやはりモルタルというものを使った形で接着するとか、従来我々の方は仕事的に赤くために、モルタルを練るのには今電動でミキサーを使ったりします。我々は若い時はその中で手練りで、これが基本的にだからもうスコップ一つで練ったりはしております。はい。別にその電動ミキサーなくても全然できるもうってことですよね。全然できるんです。練り具合はそっちの方が覚えやすいという感じですね。はい。皆さんにこのモルタルというものの素材を使うとちょっと庭の広がりが出るということで参考になれればと思いますので、よろしくお願いします。これ前作った現場ですもんね。そうです。でここも実際やっぱりモルタル相当使いましたもんね。使ったんですよね、ここは。例えば例を挙げるとしたらどだこからで。一応モルタルこれレンガとレンガの積みできますし、これはこのような形で2段ぐらい積んだ上で土を入れてと思います。このアプローチのランボリもモルタルでですもんね。そうです。だからやっぱり石と石を置いただけでもなくて、こうやってランバリなんかの間にこうやって目地を入れていくと。ここなんかも段差があった場合ちょっとスロープにしたいっつう時でもモルタルで翌日硬くなっちゃうんで、言ってしまえばこの駐車場のグラウンドもそうですもんね。これもそうですし、これは自体がもうコンクリート砂利を入れれば駐車場なんかも。だからモルタルというのは砂とセメントだけで練ったやつで、その中に石を砂利を入れたという状態がコンクリートという名称があります。ただし今鉄筋を入れたりメッシュを入れたり鉄的なもので入れればモルタルだけでも別に平気です。コンクリートにするっていうのはその砂利を入れると強度が上がるってことですか。上がるっていうことですね。で強度が上がるっていうことにおいては一般的に自分でやるときにはちょっと大変重たくなるので砂利を入れるんでね、ガーデニングにおいてはもう本当にモルタルでもう十分ですね。作業的にも一番安価で手に入りやすいし、で一応コツを覚えれば使い勝手がいいと思います。はい。ですね、一応こういうモルタルを使うのには砂、セメントというものを混ぜたやつを一応、セメントの場合は25キロって大きいあれですけども、小口でも売ってますけども、ただ砂の場合は20キロ単位ででもホームセンターには置いてるってこと置いてありますね。一応カーズナという形で、中目と今細め、こうやって今分けてありますけども、中目と細めと分かれてるっていうのは用途によって分かれて、これは細かいわけです。が細めってことですね。細めで、これが中目、粗めっていうのもあるんですけど、一番用途的には普段使うのはもうレンガを積んだりなんかする
とかないのは中めでよろしいと思いますけど、細めというのは大体こういう茶缶なんかで壁を塗る時とか、例えば目地なんかをもうちょっと細かくとか、まあ非常にそういう細かい部分の仕上げの時には細めの砂を使ったり。じゃあ普段はもう基本的に中目を買っとけば間違いないですね。中目買っとけばで、まあ、天場でモルタルだけで仕上げるっていうか、壁を塗ったりという、それだけで抑えるというなら細めの方のは細かいんで、そういう部分がありますけど、モルタルを直接塗ったり仕上げするときに細めを使われるんですね。そうですね。ホームセンターさんなんかではモルタルの作り方、比率なんかも全部こうやって親切に書いてありますから。ただし注意事項としては、この水これ1杯弱とかなんか書いてありますけども、これは絶対セメントはもう濡れるっつうことは、濡れたものは使いません。だけど砂は水分を吸ってるか吸ってないかで、この水の分量が変わってきます。あ、じゃあ売ってる状態を買ったとしても濡れた砂、乾いた砂があるってことですね。積み置きされてて、いくらビニールに入ってても、だからこれが非常に水の配分っていうのを、まあそこをちょっとポイントとしても今回教えていきますけども、ちょっと当てにしない方のは、まあそれに対してどうしたら対処の仕方、柔らかくなったらこうだとかね、そういうことを皆さんに教えてまいります。普段どうやるかって、普段はこういう形でやるっていうことを実践します。で、一般的にでこれに対してそれ25キロ。25キロもう目分量という今長年の経験で、まあ、慣れればそれもできるようになるそうで、それが電動ミキサーですね。これが電動一応で、今までの経験的にいっぱい範囲に入れるとで、大体いっぱい範囲入れて状態を見ながら、ここでいっぺんに入れないで少しずつ入れて少しずつ入れていきます。これでは我々、例えばレンガとかなんか使うにはちょっと硬い。粘土に近い。でもうちょっとこれで本当にもう微妙なんですけどね。水ちょっと入れるだけでだいぶ変わる。本当にちょっとの差で変わるんで、こうなるとこれぐらいがベストって感じですかね。これもベストっていうのは、モルタルとか接着同士、レンガとレンガを接着するにはこのぐらいのが一番いいです。こうやってちょっとねっとりしてる。ねっとり。それでこれ以上に、例えば下地に土間とかなんかやるときは柔らかくして流し込む。ああ、もうそのまま流しちゃう。流しちゃうような、水と同じような感じでも別に構わないです。練ってるとまた作業がしにくくなるんで、まあ、使ってるうちに乾いてきますもんね。だからそれ固まってそれはもう水を入れて調整していく。だから一回練っちゃうと、その練った状態を使っていこうという一般の方ほとんど多いんですよ。だからその間ほら使ってる時間によっては硬くなってくるんで、またすぐ固まるわけじゃないんで、1日経つと固まっちゃうくせ者なんですけど、余裕を持った形で、こういうものをモルタル使っていけば結構
じゃあこれが普段の練り方。そうです。ここからですね、機械を使わずに手練りつう形でこれを進めていきたいと思います。まあこういうペットボトルを切ってこの容器で、それ何用ですか？何に使うんですか？これはセメントと割合を測るための容器ですね。何でもいいってことですか？まあ何でもいいんです。紙コップであろうが。この3対1っていうのが意外とご説明してもピンとこない人がいるんで。じゃあそれで3杯と1杯にするのがちょうどいいってことですね。あとはもうこう移植後でまあ一応ですね、先に砂から入れます。まあ、通常ここに書いてあるのは3対1、これを3杯入れて砂を1杯2杯3杯、これで大体3杯ですね。これでそれでセメントを入れます。まあ、セメントはねちょっと手荒れるセメント本来あんま素では良くないですよね。ゴム手袋でもしていただいたのはいいんですけどまあこれを1杯すぐ水を入れないでこういうじゃあまずはこの状態で混ぜます。こうやってまあこれだけでも非常に便利で、これを一応我々の場合は空練りっつうんですよ。だからこれをこう置いてレンガでこういう敷き並べて高さとか調整しながら自由にこうやってやっていきます。で最終的に水をかける。水をかけちゃえば翌日は固まります。そうすると安定もします。その時にちょっと1対3より用途によってはセメントの量を多くする。まあこれはセメンを多めに入れることによって強度を増すつ接着性と強度的なものもありますから、接着させるような意味合いのところは1対2にしたり、そういう場合もあります。基本は3対1で問題ない。問題ないですね。でこれにさっきの容器を使いながら、だからこの時も必ずいっぺんに何杯つんじゃなくて、ちょっとこう容器の半分ぐらい入れた状態で一回かき混ぜる。この半分ぐらいのところでこう練る。こうやってでこれが決め手です。全部でガーってやるんじゃなくて、で柔らかいなと思ったらこっち隅の硬いやってる部分で混ぜていく。そうするとあくまでも少しずつ入れて、でこうやって練ってこう足していく。こっち側の方。そうすると今最初に作った量だけで練りがうまくいくんです。こうやって容器で今の乾いたやつをこう入れて見ながらでそれで全体をやって、ちょっと硬いなと思った時点でほんのわずかもう水を溶かして、なんか一番使いやすい状態のなんか目安ってあるんですか？だから使いやすい状態っていうのは私もバタークリームで作ってるんですけど、結構いい状態。今この状態で今日寒いですから結構保ちますけど、今の気温だったら夏場だったらすぐさっきの最初の状態の硬さになってしまう。なった時には水を逆にスポンジかなんかでチャッチャってやって、ちょっとクリームっぽいねっとりしてた状態が一番使いやすい。そうですね。一番いい状態はこれだけど、
よくこの状態かな。これでできたってことですもんね。これでそうです。とにかく一回こう実践的に経験すれば覚えてきますから。で一応これで最初にほいじゃ水が多くなっちゃったというと、こう垂れこんな状態で垂れる。これだと使いづらいってことですか。これだと使いにくいです。これもう垂れちゃって、グラウンドにやるならまあ逆に引くならこれで構わないですけど、砂を入れちゃうとちょっとどうしても接着能力がなくなるんで、じゃあ水を入れすぎた場合はセメントで調整すセる。メントでまあその量なんですけど、今このぐらい入れてこうやってうまいな全然こうで、あまりセメント入れると今度はこう入れすぎるとこう柔らかみがなくなって硬くなっちゃう。水の少なめ多めの硬さじゃなくて、セメントが硬化能力が高くなってきて重たく硬く、もう動きにくく逆に練った感じもちょっと重たそうですもんね。重たくなっちゃう。だからちょっと入れすぎたなと思ったら今度は砂をちょっと足して、で砂を入れることによって空気練った状態の中で砂と砂の間に空気が入るじゃないですか。そうするとやっぱり動きがスムーズになるし、こんな感じですね。一番いけないのはやっぱりセメントの量が少ないとやっぱり接着能力が少ないから、その部分だけですかね。これでモルタルの練り方を一応終わります。モルタルを使うと結構面白くいろんな、素材を活用したりで、モルタルだけでも結構いろいろとガーデニングに活用できますから、とにかくこのモルタルを使っていくことによって楽しんで幅広くガーデニングができると思いますので、一回ちょっと挑戦してください。一回やればもうで翌日こうやって固まるんだという感じになりますから、慣れることが一番。どうもありがとうございました。